まったりな企画でございます。なるほど。よいしょやな。京セラドームでの嵐さん。スマップさんのコンサート。うわー、すげえ。初めてお父さんにおごったのはワンチャンだと同じ日付かもしれないの可能性はある。った可能性はあるってことだね。あるあるある。イオントークちゃう。イオンの後の弥生県スポンサーついとんか。出たか見たかって言ったら出た。何回言うねん。なんか言うのええわ。もう何回言うねん。いいね。せーの、チキチキなにわ男子です。よろしくお願いいたします。お願いしまさあ、6人ということですけども、はいあれなんとですね、高橋さんが体調不良であらら。今回の収録分お休みです。お休みですか。はいお休みですか。なんといっても横あり終わってすぐだったりもするので、やっぱりちょっと疲れが出ちゃったんだと思います。6人になりました。はい。よっしゃ。お願いします。1人減るだけでだいぶ減ったように感じるね。これはねすっぽりなるよな。すっぽりすっぽり。すっぽり。すっぽり抜けたようなすっぽりのそれ抜けたような感じがね抜けたような感じしますけども、今回のね収録分は6人でやっていきたいと思います。はいお願いしお願ます。いしよろしくお願いいたします。多分元気に帰ってきてくれると思います。よっしゃ。さあ、今回は6人でこんな企画を行いたいと思います。題して初めての〇〇と初めてのまるまる。さあ僕たちももうすぐデビューして丸4年になるということなんですけども、まあここらでね一回ちょっと初心に戻ろうではないと、初心に帰ってみようじゃないかという企画でございますけども、いいですねルールご説明します。トークテーマとなるお題が発表されます。ごめんな。トークテーマとなるお題が発表されます。お題が発表されます。お題が発表されます。いい SE かなと思っていい感じのもうチャンネルごめん、まったりしすぎてるからちょっと水をね飲みたくなった。お題に合わせて初めて〇〇したものについて語り合おうということで、本当にこれだけです。例えば皆さんがこうお給料が入ったらこういうものが買いたかったよなとか、小さい頃だったらこんなものが欲しいなとか、いろいろ思っていたことがあると思います。今回はそういうちょっとしたこう自分の過去を振り返って語り合おうじゃないかという超まったりな企画でございます。よいしょ2人すぎてやっぱりこれ企画送られてきた時さ、ちょっとビビったもんな。大丈夫かと。ちょっとしただってこのメンバーの中でも話題になりましたもんね。初めての〇〇。あれ意外とちょっと恐怖企画じゃないって言って。まったりトークよ。そう、まあ畳の上なんでちょっとまったり話していこうということでございます。さあまず初めのテーマはこちらです。初めて見たドームコンサート。初めて見たドームコンサート。誰ドームせんそこなんや。だってジョー君はやっぱ長いからさ。見たでしょ。見た。出たじゃなくて見たでしょ。どっちが早いですか、出たのと見たの。どっちやろ。いや出たちゃうか。かっけえ。だってめちゃくちゃオーディションドームやんな。出たかな。やっぱ出た。出たか見たかって言ったら出たかな。何回言うねん。なんか言うか言うのええわ。もう何回言うねん。いいね。かっこいいって言ってから何回も言わんでええねん。出たかな。じゃあ僕いいですか。覚えてる限りで言うと京セラドームでの嵐さん。2014年か。なんてやつ。あ、違う、あれコンサートちゃうか。ワクワク学校。ワクワク学校か。ワクワク。ああワクワク学校は確かに。まあライブではないんですけど、ワクワク学校かな。で初めて二宮君にお会いしたの覚えてる。それが初めて。初めて好き好きって言ってて会えたのが2014年やったと思う。それが初めてちゃうかな。ライブやとデジタリアンかな。デジタリアン。それも2015年とかかな。嵐さんのライブで言うとそれかもな。ドーム行ってまあコンサート的なものを見たのはワクワク学校だね。嵐さん。嵐さんやった。時やとまだ京セラドームの駅の近くにまだイオンができてない。できてない時。さすが通ってるな。あれできた時すげえ嬉しかったもんな。革命やったもんな。革命やったもんな。初めてのイオンとか覚えてる？初めて初めてのイオン。いやいやまだドームコンサート話せ。俺初めてのイオンは覚えてた。すごい。隣の駅にめっちゃでかいイオンができてマジで興奮したね。小学生ぐらいの時にできて、なんかイオン行くのってやっぱその時学生の頃みんなちょっとさみんなで冒険みたいな感じで自転車こいで、確かに確かに。俺も20分かけて隣の県のイオン行ったの。隣の県
でか20分で県渡れんの。渡れんの。兵庫県。そう池田やから隣伊丹やからすぐ行けるから。そういうことあ、伊丹のイオン。そう伊丹のイオン。ね、イオントークちゃう俺もめっちゃ横長のイオン。イオントーク。いや、ライブです。ライブ初めで言うとてのドームコンサート。それこそ俺は我々もだってさ、来年の1月にドームコンサートさせていただけるわけじゃないですか。そうですね。見たあります？俺は平成ジャンプさんかな。お入って2013、14とかかな、わかんないけど、そのぐらいやった気がする。出たのもあんねんな。あれ出たやんな。出たので言うとワールド。の感謝祭、ワールド出た。なんかさ、瞳の中。そうジュニアマンション、それこそジュニアマンション入ったかな、その時、入ったっけ。なんかそういうイメージ。俺大おばはしやったっけ、なんかその時さジュニアの子らがさ海パンでさサマリー。サマリー懐かしい。あれ京セラ？あれもサマリーいや多分ドームやで。ドームか。ドームで海パンでわーって言って水びっちょびちょになって、その後お手洗い行ってでジュニアが俺大橋やと思って脱いだ海パンウェーってやったら東京のジュニアやって。懐かしい懐かしい。気まずいな。あったな。あれ初めて人に海パンをウェーってやった。初めてトークや。初めてっていうことはそれ以来また何回かあるんですか？そうですね。夏になると毎回やります。海パンウェー。懐かしい。サマリー懐かしいな。めっちゃそれ A 少年の時に海パンでサマリー踊ったの。勇気アップ。それこそ勇気アップ踊ってみんなこうやっぱり裸なわけやん。一人だけ脇入っててまさかの。早いな。早かったね、あの人の発育は。はけて乾かしてた。乾かすか。発育早かったですね、まさかのは。懐かしいね。違うんですよ、見たよ、ドームコンサートなんですよ。初めての脇。初めての脇ちゃうんで。はけて乾かすって何？初めて見た。髪の毛の前に。俺はドームやられてる前。入る前もね、ありますから。スマップさんのコンサート。うわー、すげえ。ミスター S。いや、ミスター S だ。2014年の。一人ずつ出てくるやつやん。そう。ああ、はい。チケット当たったから家族で行ったんですよ。初めてのライブがそれで、なんかめっちゃ音でかいやんと思って、初めてのことがもう目の前で起きすぎてて、でスマップさんが5人でこうバーっていらっしゃる時も「あっすげえ生のスマップや」みたいなのを見たのをすごい覚えてますよね。一緒の見てた。俺もそれが初だと思う。見るってなると京セラ？多分じゃあ京セラやったけど、俺もスマップさんやねん。スマップさんなんやけど何年で見たのかは覚えてないけど、多分ソロで多分出てた。でもそこが初めてのやったらワンチャン一緒の見てるで、一緒の日付かもしれない。確かに。もしかしたらそれで言うたら俺そのライブ俺とリチャとリュウタ君で見に行ってる。見学？そう。うわ、覚えてる。ワンチャン。漫才しにじゃなくて漫才のメンバー。といえば。なんか3人が拍手するとなんかどうもみたいに見えちゃう。あったなんかわ。ワンチャンだから同じ日付かもしれない。の可能性はある。おった可能性はあるってことだよね。あるあるある。 9月やったあれ確か。9月やったな。9月やったな。夏のような感じで俺もうチケット取って行ったもん。あ、そうなんや。そう行った。あ、それも入る前か。あ、入った全然。入った。2009年から俺入った後やけど見に行ったんや。そう。ケント？僕はうちの事務所じゃないんですけど、初めてワンダイレクションでした。ワンダイレクションが日本に来日するって聞いて行きましたね。まだ5人だった頃、海外で活動してるし、日本に来ることなんてそうないから疑いの目があった。だからちっちゃい頃ってあそこの映像に映ってるけどあそこ本人じゃない可能性もあんちゃうかなみたいな思ってたから、あ、ほんまにおるんやみたいな。ませてる子供やな、それ考えるってあんまり。あれそっくりさんじゃないよなみたいな考えてた。テレビっ子や。そう考えると我々もだってさ、そういう存在なわけじゃないですか。ほんまに生きてんのみたいな。まあ俗に言う今ね。俗に言う今。別に俗にも言わなくていいと思うんですけど。そして今思われてるかもしれない。思われてるかもしれない。今ね。ほんまに生きてんのかって。だから僕たちのライブが初めてのドームになる方もいらっしゃる。いや、いらっしゃるでしょうね。嬉しいね。嬉しい。ほんまに。楽しみやな。まだね、何も決まってない。ほんまに何も決まってないからね。やるしか決まってない。日程と。続きまして、
こちら初めておごったご飯。やっぱ覚えてないかも。家族におごったご飯は覚えてるかな。あ、でもそれ。お初めてお父さんにおごったのは、大阪時代に定食屋さんにお昼に行って、その定食をおごったのが、初めてお父さんにおごったご飯。なんか照れながら「ありがとう」それどんな顔すんの？それさ、ケントはどんな顔すんの？払うわ。で払って出て、じゃあお父さん待ってて「ありがとう」みたいな。お前も自分でできるようになったんだ。すげえ。ええな。まあ感慨深いやろうな、お父成長さんからすると。なんか見たことない照れ方してた。そうや値段関係ないからね。確かに。そう、なんか最初夜じゃなくて昼から行きました。はい。僕弥生県ですかね。でも定食屋さん。定食屋。その時にまあ家族でお父さんとお母さんと俺で行って、まあね、給料もちゃんと自分で働いて、まあ払える金額やと思ったからちょっと思い切って言って払いました。そうなのよね。最初ちょっと勇気いる。ちょっと勇気いるよな。そう、ちょっと勇気いんのよ。なんかわからんけど。まあ照れもあるやろうな。こっぱずかしさというか。いいよ、俺払うよ。ぐらいの感じでやってお父さんとお母さんはすごい喜んでくれてた。弥生県安いからやっぱり。やけん安いね。安い。安いしお腹いっぱいになるしな。ご飯食べ放題のところもあるからね。マジで滞在先に弥生県あった時のガッツポーズすごい。うわ。島ホッケ定食？うわ。俺味噌カツが好きや。俺コンビ。生姜焼きとチキン南蛮。俺焼き魚とナスの味噌炒め。ああうまいな。あれや。俺サバやね。サバの塩。俺もなんか入所日の時に恭平と俺とジョー君がおって、ジョー君が「ご飯連れてったるわ!」って弥生県入って「好きな分だけ頼め!」って言っておごってくれました。おかずっていうか別の唐揚げとかなんかもうめっちゃ頼んで、もうテーブルおかずだらけ。もうだいぶ弥生県で俺ら楽しんだもん。一番めっちゃ食べたん時な。いいなあれ。茶屋町のな。茶屋町のな。卵焼き美味しいのよ。弥生県の。卵焼き美味しいね。卵焼き美味しいの。いや弥生県ええねん。俺さ、イオンの後の弥生県ええねん。冬絶対すき焼き頼む俺。ええねん、美味しいけど。でも結構みんなおごったの何歳ぐらいですかそれ？中学ぐらいじゃん。早いねでも。僕はもう小4ぐらいでおごってました。小 4？ え、早い。小2からやと思う。小4、小5、小学生ぐらいからもう帰り道ウエストの上ちゃんとシゲ一緒やからグミ買ったるわっつって帰り。一番年下。俺一番年下で上ちゃんと同期やけど、上ちゃんはいつもなんかこう行き帰りいつも俺と上ちゃんで一緒に行くから上ちゃんにお礼でっつってでシゲは後輩から「いいよ買ったら」ったらシゲが「ありがとうございます」っつって言ったんや。でビリビリなのビリビリビリっていう財布から10円20円30円出しておごったのが多分初めてやった。チーム阪急って言われる。チーム阪急。そっち側のね。そうそうそう。俺はあれかな、ミッチーと渋谷で根岸行った時にいつやったっけ？初めてなんかね「少クラ」の収録で何回かさ東京来る機会年にあったやん。その時にミッチーと2人で根岸行ってんな、その時におごったの覚えてる。根岸。根岸か。地下のね。そう行ったあれかパルコのさ。そうそう交差点の交差点にある地下根岸地下根岸行きましたね。店名出るな。すげえ出るやん店名。ネギシ美味しい。白タンセット。美味しいわ。いいって覚えてるわ。それ行ったわ。覚えてる覚えてる。根岸ね。俺ちょっと初めておごったのは覚えてないけどメンバーにおごったやったら覚えてて、皆さん覚えてますかね？メンズコー。覚えてるよ。ありがとうございます。伝説のね。伝説のですよ。一番かっこよかっメンた。ズコーの時に大阪時代から大阪とで撮影した徳島を行ったり来たりしてたと、夏に。その時にちょっと小腹空いたなと帰ってる時に、じゃあちょっと近くにマクドあるからマクドやろうってなってマクドのドライブスルー寄ってみんな頼みたいなのをバー頼んでお会計どうするってなった時に僕一番前の席おってでこういうビャッて開ける小窓があったからもうとりあえずビャッて開いてビャッて渡した。かっこよかった。なんか声は
おいみたいな感じでまさかのいやそんな大したことしてないけどでもなんであの後と一言「いいんすか?」って言ったら「一番近かったから」って言ってあそうそれがめっちゃかっこよかったあれ一番近かったからやでハイエースの駒とねドライブスルーの人からしたらさハイエースの運転席バーって来てさこの人知らんかなと思ったらここちょぽって入ってこっからお金出てきたら面白いよな。ドライバーさんがな払うわけじゃないからいやかっこよかったでも美味しかったもん初めてガチでさそのさ後輩とかと行った時にさそのよく先輩らがやるちょっとお手洗い行ってくるわっていう時に財布持っていく姿とかあれ初めてやった時めっちゃ緊張せえへんかった。あ、分かった手洗いそれこそ俺初めてそれかも。焼肉行っておごったの。大丈夫なんかみっちそういう時さなんか出てってさ財布忘れてなんかあ、それはないそれはないやりそうやん。じゃあ出ていくまでそんなおしゃれなことできんかった。もうその場でもう払った。だからなんか先輩にそれをしてくださってたわけやんか今までは先輩が。けどなんか俺もそれをする立場になったんやなとはでかいね思いましたね。確かにウエストのお兄ちゃんたちとかよく松竹見に来たらその後みんなでご飯行こうとか言ってさ確かにな。あれ20人ぐらいいたやろで焼肉行ってそうやねやばいよなそう思うと。確かにでめっちゃ食うし。やばくない資源もそうやしあと小滝もさあ、そうやそうや懐かしい小滝明日頑張れんなはい頑張れますってほんまに頑張れるやん土日2公演2公演の後みんなでこの後焼肉やみたいな。俺双子も好きやねんな。東京と大阪行き来してた時に絶対東京来たら双子行ってたもん。双子行って双子で思い出した。さよくないねんけど2人で行った時があって双子で大倉君読んだら払ってもらえるんじゃない大倉君おった時あったやん。で読んだら来てくれたん。来てくれた。で一緒に食べた。大倉君双子で一緒に食べたのそう双子で「うわー大倉君いいんすか?」言うてこんなとこマジなんかもうオープンやったからそう個室がないからやば大倉君電話してそう何の時は忘れたけど2人で仕じゃ事の時にあ多分他の要件もあってん多分ああでまあまあ仕事のねそう話したいこともあったしでほんまかよお前らで最終的にどうだった最終的に大倉君が払ってくれて「ごちそうさまです」言うてございます今めっちゃ思い出した懐かしいなマジ結成当時とかじゃないほんまに懐かしいお世話になりますお世話になりました本当に大倉君もすお世話になりますいませんさあということで皆さんいかがでしたか初めてのトークしましたいやほんまに YouTube 史上カメラ回ってるか回ってないかぐらいのテンションでしたけどということでまあ皆さん写真に戻れたんじゃないですかこれいやなんか本当に写真に戻れたっていうか休憩できたさあということで皆さんもまったり作業用として見ていただければ幸いでございますありがとうございましたということで以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしくグッドボタンもよろしくシェーさんはそこ行かんかった天満の双子天満まさかのか天満のこれって今カメラ回ってる双子じゃないで多分あれそう天まで行ってたところは双子じゃない双子もあんねんってあそこあったっけあるあるでも天まで行ってた焼肉もあるこれ大丈夫これ